それではこれから IOG インサイト特別編ということで、進めていきたいと思います。で今回は10月7日に起きた、イスラエルに対するハマスからの、攻撃を受けて、今後のイスラエル・パレスチナとの関係、さらに言うと中東地域に対する、国際関係への影響というものが、どのように展開していくのか、また日本企業および経済界がどのような視点に注意してこの情勢を見極めていくべきかということを話を進めていきたいと思います。で今日は地経学研究所所長の鈴木和夫さんをお招きして進めていきたいと思っております。早速ですけど鈴木さん、今回のハマスのイスラエルに対する攻撃の背景、どういうふうにご覧になっていますか？そうですね、何点かこのハマスが、攻撃をするモチベーションになっていることっていうのはあると思っていて、一つは、ちょうどイスラエルが長いお休みの時期、ヨムキプールっていう宗教的なお休みの時期であって、かなり、なんていうんですかね、イスラエル社会全体が、非常に緩んでいる状態であるという、警戒が薄かったっていうことが一つ。でもう一つはイスラエル国内で、この今のネタニヤフ政権っていうのは非常に右派的な国民から見るとですね、ちょっと極端な政権であって、で、この政権発足から毎週末ですね、ネタニヤフ首相が提示するこの司法改革っていうものを、に反対するっていうデモがずっともう40週近く続いているということで、国内が非常に分断された状態であって、それがですね、このネタニヤフ政権の関心を、パレスチナの問題よりも国内の問題に引きつけていった。それが結果として、今回インテリジェンスフェイリアとよく言われますけれども、ハマスの動きを十分つかめていなかったということ。でもう一点重要なのが、イスラエルとサウジの間の関係が回復していくというか、この国交正常化に向けた動きが出てきたと。で、これまでトランプ政権の下でイスラエルと、アラブ諸国の融和っていうのが進んで、UAE、それからバーレーン、モロッコ、スーダンといった国々と、このアブラハム合意っていう、この、イスラエルを国家として認め、そして経済的な、この、関係を強化するという、こういう、合意がなされて、で、次は、やはり、アラブの盟主というか、メッカ・メディーナっていう、この、イスラム教の聖地の守護者である、このサウジアラビアが、この、イスラエルと、国交を正常化するということを、バイデン政権主導で、これが進んでいったんですね。で、それが進むと、もう完全にパレスチナは、置いてけぼりにされてしまうという、こういう懸念もあったので、この攻撃に踏み切ったという、こういう背景もあるのかなというふうに思っています。はい、鈴木さんからはこの武力衝突のこの背景とその攻撃、中東国際関係に対する影響の2つの面から解説いただいたんですけれども、この前半の今後の推移がどうなるかということについて見通しを聞きたいんですけれども、今回イスラエルでは建国以来、最大の攻撃を受けてしまったと。でしかも、非常にこの組織的な形でインテリジェンスフェイリアという言葉がありましたけれども、意表をつく形でですね、極めて短時間に多数の、ロケット砲が発射され、アイアンドームというそのミサイル防衛のシステムでも十分に対応できないレベルでのこの飽和攻撃を行ったことと、もう一つはそのいわゆる侵入ですよね。で、さまざまな場所に数百人の、パレスチナ、ハマス系のですね、過激派が入り込んで、多数の民間人を殺戮してしまったと。で、今、72時間、起きてから72時間以内ですけれども、イスラエル政府の発表によると、700人以上の方々が亡くなったということで、これはイスラエルにとっては、徹底的な
報復措置を、及ぼす、こういう契機になろうかというふうに思って、事実上、現在は、ガザ地区に対する、攻撃が始まっているということなんですけれども、一つはこの攻撃がどれほど苛烈なものになりそうかということと、もう一つは当然このハマスをこれまで支援してきたイランとの関係や、さらに言うと北を見ると、レバノン、ヒズボラとの関係、これがどういうふうにこの組み合わさった様相になりうるかということはどうお考えですか。ちょっと何点かに分けて話をしますと、一つはやっぱり今回の、ハマスの攻撃というのは今回初めてではなくて、2021年ですとか、繰り返しこういったミサイル攻撃っていうのは、なんて断続的に行われてきたんですけれども、今回やはり特筆すべきは、ブルドーザーでこの壁を壊していくと。これまでは壁の下にトンネルを掘って、でそれで要員を送り込むっていうのが一般的だったんですけど、これだとどうしても数が限られるんですけれども、ブルドーザーで壁を壊すというのがまさにこの新しいスタイルというか、これまでなかったことで、しかもそこからもろに民間人をターゲットにしたオペレーションをやったっていうのは、これはちょっと今までに、今までもミサイルは民間人に被害出てたんですけれども、今回もう地上に侵入していった兵士たちが民間人を攻撃するというのはちょっと今までに見られなかったケースであるということで、これはもうイスラエルに対してイスラエルからすればもう多分、圧倒的なこの報復をもたらす可能性があるだろうと思います。でじゃあどのような報復があるのかというと、現在のところ、イスラエルの国防大臣は、ガザ地区に送る、水、食料、燃料、それからガス、こういうものを全部止めるって言ってたんですね。今までもある程度止めてたんですけれども、電気なんかは1日4時間とかっていうふうに制限はされてたんですが、これを全部止めるということなので、今度は逆にガザ地区っていうのは非常に狭い地域なんですけど、200万人人が住んでるんですね。でもうこの200万人の人たちを逆に今度は攻撃するというような、ことを行っていて、これはこれでまたかなり苛烈な報復であると同時に、アメリカの共和党の右派みたいな人たちも今回でもうハマスはこの民間人の中に紛れてしまうので、もうガザ地区からとにかくそのパレスチナ人を全部追い出せぐらいの、そういう勇ましいというか、過激なことを言ってる人たちもいて、イスラエルもこのまま、ハマスだけを取り除くってことはおそらく難しいので、相当な犠牲者を伴うこの攻撃をしていく、要するに徹底的な、このガザ地区における、この武力攻撃の可能性を破壊して、そしてその後、事実上の占領っていうことになっていく可能性がある。これはちょっとこれまでの、中東和平ですとか、イスラエルとパレスチナの、二国家解決と言われる2ステートソリューションと言われることをもう完全に破棄する形になるので、まさしく中東和平のあり方、イスラエル・パレスチナの歴史の中でも大きな転換点になるだろうと思います。で、イラン、それからヒズボラとの関係なんですけれども、ヒズボラというのは、ハマスと同様ですね、これはイスラム教シーア派の、ハマスはスニ派なんですけれども、シーア派のこの民兵組織ですね。で、イランはこのヒズボラを子飼いにしている、言ってしまえばもうイランの第一の子分みたいな、で非常に手厚くイランから支援を受けているんですけれども、このヒズボラとの間では今小競り合いの段階で、ある状態なので、まだ本格的な攻撃をしているわけでもないし、またヒズボラ自身も、ハマスと連動してこの攻撃をするというようなことにはなってないので、今回はハマスといっても、ガザ地区の中にはハマスとイスラム聖戦という大きな2つの勢力があって、これが共同でやってるんですけれども、このガザ地区だけの問題に今はとどまっているだろうと。でウォール・ストリート・ジャーナルがイランのこの革命防衛隊の司令官が入ってきて、で指揮したとか計画したというような話がありますけれども、イラン自身はそれを否定してますし、イスラエルもその証拠はない、アメリカもその証拠はないというふうに今のところは言っているので、
おそらくイランの関与は、まあ、これまでずっと継続的に武器は供与してますし、財政的にも支援はしているので、その意味ではイランはずっと関わりはあったんですけれども、今回のオペレーションそのものにイランが関わっていたということは可能性は低いのではないかと思います。まだまだ事態は流動的なので、断定的なことを言いにくいタイミングだというふうに思うんですけれども、鈴木さん最初の冒頭の発言の中でアブラハム合意のことをおっしゃっていて、ここ数年のこの中東政治の大きな変化はイスラエルとこの湾岸諸国との関係が大きく変化をしてきたと。UAE、オマン、でそしてサウジアラビアとの国交正常化交渉というものが控えていたという中で、やはりその構図としての、イスラエル対アラブ諸国というこの多面的な見方を大きく塗り替えるような、事態が起きていたことは事実だというふうに思います。で今回のハマスのイスラエル攻撃、そしてイスラエルの報復という事案を受けて、この構図自体にはやはりもう根本的な変化が起きてしまったと、そういうことなんでしょうか。はい、確実に変化は起きていると思います。言ってしまえば湾岸諸国とこれまでは経済的なつながりを重視して、アブラハム合意っていうのを結んだり、イランサウジアラビアとイスラエルの国交正常化っていう交渉が進んできたわけですけれども、やはり湾岸諸国、アラブ諸国と何らかの形でこのイスラエルが関係を持つとすれば、このパレスチナ問題を解決しなければ永遠にこの問題は、アラブ諸国とイスラエルは、この関係を保つことができないということが、明らかになってしまったなという感じを受けています。これによってですね、サウジアラビアからすればもうさすがにイスラエルとの交渉をするということは難しいでしょうし、UAE ですとかバーレーンといった国々も、アブラハム合意を破棄するということは多分ないと思うんですけれども、経済的なつながりは持ちつつも、基本的には、イスラエルとの関係を深めていこうというような動きにはなかなか乗れないという、そういう状況になるので、今までよりはなんていうんですかね、その第4次中東戦争までの間のようなシャープな対立っていうことではないと思いますけれども、潜在的にやっぱり対立する関係であるということがやっぱりあって、でこのパレスチナ問題が解決されないうちはこれ以上のイスラエルとアラブ諸国の関係改善は望めないということになったと思います。はい、ヒズボラ、非常に組織的、ヒズボラ、今回ハマスですね、大変組織的な攻撃を今回行ったわけですけれども、このハマスの生存戦略とかにとって必ずしもこれ合理的であったとは言えないというふうには思います。ただハマスの目的がまさに今中東で起きている政治変動自体をもう一度リセットするということにあるとしたら、それは見事に達成されるかもしれないということで、ある意味非常に凄惨なやり方で、もう一度この振り出しに戻るというような、構図が今見えつつあるのかなという印象を得ました。で最後に鈴木さんにお伺いしたいのは日本の経済界、に与える影響ということで、当然イスラエルでも大変多くの日本企業、今スタートアップも含めてですね、関係を深めているということで、また湾岸諸国、中東広域にはエネルギー産業をはじめとする、企業が出ている中で、今注目して、気をつけなければいけないこと、どんなことだと思いますか。もちろんこうした武力によって問題を解決しようとする動きっていうのが常にあるので、そうした、いわゆる物理的な意味でのリスクっていうのが非常に高い。ですからそういう意味ではそうしたものに対する備えを、例えば、イスラエルの場合街の至る所にこの避難壕っていうかバンカーがあって、でミサイル攻撃ですとか、そうした武力攻撃が起こった場合の避難する場所とかそういったことについては多分世界一準備ができている国だと思います。でそういうことを、ある種リスクとして織り込んだ上でイスラエルに行く必要があるのかなというふうに思います。ただ
今回はハマスのミサイル、テルアビブまで届くようなミサイルもありましたけれども、総じてこの実際の、死者がたくさん出た地域っていうのはやっぱりガザ地区の周辺であったわけで、そういう意味ではイスラエル全体がなんていうかもう全面的に立ち入り禁止みたいなそういう場所になったというわけではない。ただ常にリスクがあるということは意識をしておく必要があるかなというふうに思います。で、これがですね、今後でもイスラエル国内の不安定化の要因になっていく可能性もあって、そうした場合にこの、イスラエルの政権が、これまでも実は今のネタニヤフ政権というのは、3年で5回の総選挙をやって6回目でようやっとできた政権でありまして、非常にこのイスラエルの政局自体が、イスラエルという国が分断されていることによって、不安定であるということも、少し加味して考えておく必要があるのかなというふうに思います。で、湾岸諸国、それから広くアラブ世界におけるこのインパクトっていうのはそれほど大きなものではないのかなというふうに思っています。これまでイスラエルとUAE、バーレーンのようにここが正常化された国にとってみると、日本企業としては非常にビジネスやりやすい環境になったと思うんですけれども、ただそれがサウジとイスラエルというこの関係ができればさらに良かったんですけれども、それは残念ながら、可能性としてはかなり低くなったと。で、日本のビジネスにとって湾岸諸国そのものが今このリスクにあるわけではないし、特にやっぱり湾岸諸国でこれまでずっと懸念されてきたのはやっぱりイランの存在だったんですが、今回イランの関与も必ずしも明確ではないですし、イランもそういう積極的にアグレッシブな姿勢をとっているわけではないので、湾岸のこの空間自体はそれほど大きなインパクトは受けないだろうというふうに思っています。なので、日本のこの企業の活動自体に、大きく影響があるのはやっぱりこれからはイスラエル国内での、活動になるのかなというふうに思います。はい、ありがとうございました。本日は、ハマスのイスラエル攻撃から、72時間以内というタイミングで、地形学研究所の鈴木所長をお招きして、分析解析をして、いただきました。地形学インサイトではですね、今後も国際情勢、そして地形学の様々な分野についての分析を皆様にお届けしたいと思っております。ぜひチャンネル登録をお願いしてフォローをしていただければ幸いです。それでは今日はこれで終わりにいたします。